Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Welcome everybody to Downtime with Ken. I'm your host Ken, and today we have Alternative Medicine. 今日のゲストはオルタナティブメディシンの翔さんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。翔です。今日はありがとうございます。いやこちらこそもう寒い中番組のファンなんでもうこれというもうずっと見てるんでいつ来るのかなってオファーが思ってたから本当呼ばれて光栄です。まさか。オルタナティブメディシンの翔って言います。吉祥寺を中心にずっともう16の時からやっててもう早何年って感じですね。なんかあんま言うと年齢バレちゃうから別にそれを隠してるんですよ。別に1516年怖い結構やってます。結構やってるねよくまだやれてるなっていう感じでそういう感じでやってるんでぜひ YouTube とかCD とかチェックしてみてください。よろしくお願いします。でもそのコレクター何かをこう集めたっていうか、そのレアものをフィギュアとかあるじゃないですか、アメコミとかしたことなくて、ないの全然わかんないですね俺それ。なんかだから分かる人には分かるけど分かんないやつには全然気持ち悪いかどっちかじゃもうこの多分俺はなんでそうなったのか俺もよく分かんないけど最初はカードダスなんだよね。カードだ多分今俺と年が10個ぐらい違うから全然わかんないと思うんだけど20円でカード1枚出て知ってますよであれ400円に1回キラキラが出んのよ。はいはいはい。その400円に1回のキラキラのからくりしたのだいぶ後なんだけどだから俺初めて知った。それね知ってから俺学校自分より年下の子供とかがこう後ろで待ち始めますよね、そしたらそいつのこと来たないいよ僕みたいなでガンガン使わして悪いちょっとだいぶやったり一回いいかなっつってちょうど380円なんで君はね OK じゃあ20円っつって俺キラ出ちゃったみたいなのをカード出すじゃなくて遊戯王カードとかだったんで裏見て、こうちょっとペロをめくって、そこサーチでしょで傷があるかないかみたいのでなんかその話聞いたことあるわ。でそれが流行り出すと例えばコンビニとかでやると、ちょっとやめてくださいって禁止ですって張り紙貼ってあったもん。ファミコンの夫婦ぐらいある謎の知ってんだカンは知らねえのにファミコンの夫婦知ってんだすげえな。ファミコンの夫婦って面白くて、あれってなんでみんな知ってるのか俺不思議なんですよ、インターネットないじゃないですか、だけどみんなやってたじゃないですか、なんでファミコンなかったでしょ。俺スーファミ持ってました。スーファミ兄のやつをそこずっとやってました。スーファミは確かにまだこれやってる時代だね。やってます。あと夫婦やって、スイッチの入れる力具合、こうっすそれ重要。海外で育ったというか、それをちょっと教えてください。8歳から12歳まで8歳から9歳まで LA で9歳から12歳までシカゴ。完全に親の都合によりでも英語で歌を歌いね英語で飯を食ってるからもう親様と。ここで出会ったのは多分やっぱりニルヴァーナとパールジャムなんね。でなんかすげえ覚えてるのは小学6年生で向こうだと中1なんだけどその時にある日学校に行ったら全員がパールジャムって書いてある T シャツ着てるの、で何なのみたいなみんな着てるからでパールジャムって何って言ったらお前に話しても分かんねえよみたいなすげえ怖いごめんみたいなで一番仲いい友達もパールジャム着てたからね何それって聞いたらそのシアトルのバンドで今日シカゴに来るんだっつってみんなショーに行くんだよみたいな超やばいバンドだっつってじゃあ俺も行くって言ったらもうチケットソールドアウトしてからないみたいな何って思って聞かされたのがVersus って VS のGO とかねジャケにあるあれのGO っていう曲聴かされて、もうちんぷんかこれがいいんだみたいなこれにみんな行きたいんだみたいな全然分かんなくてでさらにそれの1年後ぐらいに
カート・コバーンが死ぬわけだよね。ちょうどアメリカにから帰る数ヶ月前で、それも学校行ったら今度みんなニルバーナって T シャツ着てて、みんななんかもうこんな葬式みたいな顔してて、1時間目の国語の授業が潰れて、みんながギター持ち出してギター弾けるやつが全員一列に並んで、オールアポロジーズを全員で歌うみたいな。俺だけ歌えないみたいな。先生、担任の先生が泣いてんの、それ聞いて。それで超コアな学校。そうそう、なんだこれみたいなっていう感じではなく、こういう世界があるんだなって。ちなみにその時好きだったのはユーミンとワンズと、中山美穂、あとチャゲアス。そりゃ衝撃ですね。そうそう。でそれはもう、アメリカに住んでたとはいえ、母親が車の中でかける音楽ってやっぱそういう音楽だから、はいはい、やっぱ自分の元にあるのはそれなんだよね、はい、ちょっとだけギターの先生に習ってた時期があって、そこでなんかねブルーズに出会うんだよね。そのなんかこういろいろ見せて先生に、例えばバンヘイレンとか、これを弾きたいんですよみたいな、じゃあ弾けばいいじゃんみたいな、弾きたいなら弾けばいいんだよって言ってもうむちゃくちゃなこと、むちゃくちゃなことっていうのを目の前でイラプションに弾かれて、こう弾けばいいんだよ。先生それができないから、できないことはやっちゃダメと。もうさ、ジャムろよってこの先生から教えてもらったことが俺のギターの全てで、そのジャムもうずっとジャムしてて、はいはい、ジャムり方だけ教えてもらって、こことこことこことここを弾けば俺のこのバッキングに何でも合うから弾けとか、そっから1時間半ずっと同じ、すごいよね、その先生もずっと同じバッキング弾いてくれて、ずっとソロ、はい、それがねソロっつって、この先生やばいね。それがお前のギターソロだからそれをずっとやりなさいみたいな。かっこいい。もうある日からなんかもうないみたいな、もう教えられることはないからそれちゃんとずっとお金払うじゃん、はい、ずっとお金払ってて、なんかさ、もうお金もらえると俺もなんか教えなきゃいけない気分になるんだけど、もう何もないんだわみたいな、だからもう来ない、教えらんないからみたいな。でもちょっと先生の家にやっぱり月1来るのが楽しみなんですけど、来ればいいじゃん、もう金いらねえから。先生に金払わないで先生のとこ来ちゃったら、なんか超先生の時間無駄にしてるんじゃないかと思って、それはできないっすっつってからなんかあんまり俺も行けなくなり、先生もなんか金もらいたくないから呼べないしみたいな、しばらく間が空くみたいなのはあったけど、結果オルタナティブメイスンのベーシストを1年ぐらいやってたからあ、素晴らしい締め方の着地が。そう、コピーバンドですか最初は。それもちろんコピーバンドで、なんかそれだから本当さっき言ったわけわかんないコピーバンドを自分もやってたから、俺のコピーバンドやばいのはなんかもののけ姫やって、その後になんだっけ、で俺はコッコやりたかった、先生がコッコのバンマスやってたから俺はコッコ、その女の子はボーカルで、はいはいはい、もののけ姫コッコ、なんだっけ、タイタニックの歌歌ってる人なんだっけ、セリン・ディオン。セリン・ディオンにやって、すごいでしょ。でグレーやっとバンドで、それでグレーやって、でフーファイターズもやったの。それはなんか一曲俺に歌わせてくれって言って、俺がフーファイターズ入れたんだけど、そういうバンドやってた。それがゴーちゃんとの初めてのその時に俺が使ってたギターは、x ジャパンのヒデのモッキンバード舐められたくないから、そう緑のシースルーだったからね、アクリルのクソ重いやつX 関連を持ってると舐められない。そうしかも透き通ってるから。やばい。俺のギター木じゃねえからドニー・ブラスコって映画見た？フェイクっていうのかな、日本語タイトル、ジョニー・デップのに、そのマフィアと警察の話なんだけど、警察がマフィアに捜査入るんだけど、マフィアの中でその forget about it っていうのは何にでも使われて、 Hey I fucked with this chick. Forget about it. その時の forget about it, awesome と一緒なんだよね。I had a shitty day. Forget about it. それは forget about it なわけだよね。だから forget about it は何にでも使えるんだよっていうのがその映画であったのを思い出して、 forget about it っていいな、何にでも使えるし、そういう風に最高だ、もう忘れちまえ、もう最悪だった、何でもいける、楽しいも forget about it でいける、マフィアの中で、マフィアの中で、だから最強だと。でそういう風になんか歌詞がだんだん変化していったっていう、よければかもしれない。
この前SNS かうん多分ツイッターかなんかで切れてなかったでしたっけ、タイラーが来た時になんか高えみたいなそれもマジでそれも言っとくけど、そのね俺ゴーファングのちゃんとゴーフメディアっていうの入ってて、はいはい向こうの価格が分かってるわけよ。でステディアムっていうところでポップアップショップをやってタイラーが来ると、はいこれもう行かなきゃいけませんっつって行ってタイラー来て T シャツがさ8000円はい T シャツよ絶対ボディは青スタイルか行団のどっちかもうバンドやってれば絶対分かっちゃう。分かる8000円かと思ってちょっとギョッとしたんだけど、でもなんかその何も買わずにタイラーにただと一緒に写真撮ってサインもらうっていうのはなんかなっていう、やっぱりねいろいろあって来てもらってるわけだしサポートしたいし8000円かしょうがない買うと思って買ったのよ。次の日さライブハウス行ったら4000円で売ってる同じやつだよ。びっくりしてふざけんなの。いくらポップアップショップだとはいえでいくらそのライブハウスでチケット代払って入ってるとはいえその倍の価格設定は違うでしょと思って切れた。でなんかモルタルレコードって熊谷のとこで気に入ったデザインがあって山さんにこのデザイナー紹介してくれって言ったらベルディ君だったのね。でベルディ君はすげえ見たら全部なんか可愛くてさポップでキャッチーでそれで俺らメロコアにくくられてたから2010年メロコアキッズ好きそうだなこういうのと思って、これいいじゃんいいじゃんっつって1枚頼んだらめっちゃ売れたの。それまで全然マーチ売れなかったのにめっちゃ売れてこれじゃんみたいなある日彼から個展に来てくださいって言われて、彼大阪住んでたんだけど、はいはい日本にじゃなくて東京に引っ越しましたって個展やります来てくださいって言われて、そんなのまあ大世話になってるからさ行くじゃん。で行ったらさ行った時に全然違ってが今の彼のトレードマークのアナーキーピースっていうのでアナーキーサインにスマイリーがあってしかも3なのね。まあ、なぜ3なのかとかいうのは全部ベルディ君から聞いたらいいと思うけど俺が言っちゃうとなんかさ、はいはい取っちゃう感じだからでそれ見た時にもう全然バンドのとも違うし超クリーンですげえと思って、そっからなんかねまあ、ベルディ君のことは全部行くんだけどベルディ君がいろいろ教えてくれるわけよ。こういう人もいますよああいう人もいますよ。ローカルな日本のローカルなまだビッグじゃない人たちの個展とかも教えてくれたりするようになったら今度自分でも見るようになって調べるようになってってでH ギャラリーってハロシさんってスケボーを使い終わったスケボーを組み合わせてスカルプチャーする人とウスグローさんってトラビス・バーカーのとかも書いた水彩画っぽいなんで水彩画っていうの違うか習字っぽい、はいアラビアっぽい英語っぽい全部入れた自分の字体で書くウスグローさんっていう人とあとゲシュタルテンってドイツの日本支部やってる純子さんっていう人3人でやってるギャラリーに足運ぶようになってそこでジェームス・ジャービスとかも見てウスグローさんのなんかライブペインティングとか見てライブペインティング見るようになってすげえなライブと一緒だなとその場で空気作ってその場で作品残しなんてアートって楽しいんだろうって思ってからなんかそういうのをバンバン自分でまあ良かったなと思うものをあげるようになって、はいはい、そういうアートが好きなこういうアートでいろいろ影響を受けてきたっていう中から、例えば次は PV のこう映像もあれを取り入れたいなみたいな。それはねめっちゃあってこれまで言えないけど別に言ってもいいんだけどまあちょっと撮っときたいから言わないけどそれは次のはすごい人に撮ってもらうんだよね。おーそれはもうそのアートの観点からもうこいつじゃなきゃダメだと思って次のアルバムは本当にそういう風にしたいの。でも焦る理由もないしなんか本当にきちんと皆様のもとに一番かっこよくやっぱ舐められちゃいけない舐められちゃいけない舐められない形で出したいしかるべきタイミング舐められないタイミングで出したいタイミングも重要だと。そう大事そして舐められない発表会というかツアーなのかそれはツアーなのか企画なのか分かんないけど舐められないやっぱりこう現場でのプレゼンをしたいよ。ルーツはもうずーっとそこまであると。もう 80s の最初はみんな舐められたくなくて 80s だってさやっぱりだってもう 80s さ、もうだってチーマーとかいたんだもんチーマーの時代だカラーギャングもいたしさ今というわけで今日はオルタナティブメディスンの翔さんが来てくれてありがとうございましためっちゃ話しました楽しかったですね。楽しかったケンと話すといつも楽しいよ飯食う時も楽しいし本当そうっすね。またじゃあまたおあ願いしますりがとうございました。じゃあね。
はい